皆さんの周りになぜかやたらといいことばかり起こる人と、逆に嫌なことばかりが続く人っていません？あるいはご自身の人生を振り返ってみたとき、あの時期すごい運が良かったなぁと思う時もあれば、どうしてこんなに悪いことが続くんだろうという時期もあったのではないでしょうか。この運の良し悪しって一体何が関係しているのでしょう。実は運が良い人と悪い人の差は生まれ持った才能や偶然でもありません。今回は脳科学や心理学の視点から私たちの運を左右している自動プログラムの正体を紐解いていきます。最後に意図的に運を良くしていくことができる日常の実践例もご紹介します。この時間は感覚に戻る時間として意識を胸の中心に向けながらゆったりとお聞きください。まず衝撃的な事実からお伝えします。私たちが普段自分で考えて選んでいると思っている行動は、実は脳の自動プログラムによって決められています。私たちの脳の中では、左脳や右脳の自動プログラムが過去の記憶や体の欲求をもとに A にしようや B にしようという選択肢をまずは勝手に湧き上がらせています。そしてその自動的な提案に沿って実際に行動が実行された後から脳はよし自分で選んでこれをやったんだというストーリーをさも自分が今決めたかのように都合よく作り出してるんです。現代の脳科学のベンジャミン・リベット博士らの実験などでは、私たちがこれをしようと意識で決断する約 0.5 秒も前に、すでに脳の潜在意識の領域の運動野から電気信号が出ていることが証明されています。つまり、自由意志で決めているように見えて、実はすべて後付けの全自動システムなんです。じゃあ私たちがどう行動するか、何をするのか、あれこれ頭で考えて悩んでいたことって無駄だったの？そう感じてしまうかもしれません。実はそれこそが思考で模索することの限界なんです。頭で必死にコントロールしようとすること自体がそもそも無理なアプローチだったんですね。ですが私たちには思考を超えて全自動プログラムの質をガラリと変えるたった一つのアプローチが残されています。それこそが意識の焦点、フォーカスです。カメラのレンズを想像してみてください。脳というシステムはあなたが意識のピントを合わせたものに関する情報だけを自動プログラムの材料として集めてくる性質があります。もしあなたが不安や焦りにピントを合わせていると、脳は危険を回避するための選択肢ばかりを自動的に引っ張り出してきます。そして結果として、どれだけ思考で頑張って選んだつもりでも、また同じような嫌な現実をリピートしてしまうことになるんです。では、意識の焦点を変えると、私たちには何が起こるのでしょうか？ここに関わってくるのが、感情が変わるメカニズムです。人間の脳は、フォーカスしたものを今目の前にある現実だと錯覚する性質があります。例えば過去の失敗や未来の不安にピントを合わせているとき、私たちの脳内ではストレスホルモンが分泌され、胸がざわざわしたり、体が緊張したりします。逆に今ある豊かさや目の前の小さな心地よさにピントを合わせていると、脳はリラックスモードになり、安心感や穏やかな感情が湧き出てきます。つまり、意識の焦点があなたの感情を決定しているのです。そしてここからが運の正体の核心です。実は、湧き上がってくる感情こそが脳の自動プログラムのクオリティを左右する最大の鍵なんです。心理学でもポジティブな感情の時は視野が広がり、クリエイティブなアイデア
良い選択肢が浮かびやすくなることが分かっています。あなたの感情が安心リラックスの状態にあるとき、脳の自動プログラムは運が良くなる選択肢を自動的にポップアップさせています。逆に感情が不安や焦りの状態にあるときは、脳は生存危機を感じて視野を狭くし、目先のトラブルを避けるための保守的なまたは攻撃的な選択肢しか出せなくなります。運が良い人とは、感情が安定していることにより脳がリラックスして、良い選択肢が自動で湧き出しやすい状態をキープできている人のことなんです。ここで少し胸に手を当ててご自身を振り返ってみてください。トラブル続きだったあの時期、あなたはどんな感情で毎日を過ごしていましたか？逆に何をやってもトントン拍子に進んだ時期、あなたの内側にはどんな感覚がありましたか？私たちは良いことが起きるから良い感情になれると信じ込んでいます。ですがもしかしたら良い感情でいたからこそ良い現実をキャッチできたのかもしれません。感情というメガネの色があなたの脳の自動プログラムを起動させ、目の前の現実を作り出しているとしたら、ここで少しご自身の体験と照らし合わせてみながら、この後もお聞きください。なんとなくどうも感情が現実に影響を与えているようだというのは分かった。でも、今まさに人生が苦しくて、とてもじゃないけどいい気分なんて作れないよ。そう思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。そうですよね。辛い渦中にいるときにポジティブになろう、感謝できるところを探そうとするのは実はとても難しいです。無理にやろうとすると逆効果にすらなります。だから無理に気分を変えようとしなくても大丈夫です。ここで使ってほしいのが先ほどの意識の焦点、フォーカスです。苦しいとき、私たちの意識は頭の中の問題に 100% 奪われています。そこでそれを意識の向け先を頭の中のぐるぐるとした思考から身体の感覚へスッとずらしてあげるんです。今ちょっとだけ一緒に試してみましょう。軽く目を閉じて、ふーっと息を吐き出し、体の力をふわーっと緩めます。息を吸ったとき、鼻を通る空気のひんやりした感覚。お腹が膨らみ、ゆっくりとしぼんでいく感覚。お尻や足裏が椅子や床に支えられている感覚。耳に届く遠くの音。いかがでしょうか？ほんの数秒前まで頭を占領していた苦しさが少し遠ざかり、不思議とスーッと落ち着く感覚がありませんか？これが脳の危険信号をオフにするスイッチなんです。どんなに現状が厳しくても、体の感覚にピントを合わせた瞬間、脳は、今この瞬間は安全だと認識し、感情を
安心穏やかな状態へとリセットしてくれるんです。私たちはこれまで人生をより良くするために未来を予測しベストな決断を取れるようにと頭の中で一生懸命思考を回してきました。A がいいか B がいいかどうすれば失敗しないかといつも迷い混乱し頭がパンクしそうになっていたのではないでしょうか。でも実は困らないようにしよう、損をしないようにしようと必死に思考で模索すること自体がむしろ運を悪くしていたとも言えるんです。なぜなら不安や心配から必死に思考を回せば回すほどあなたの感情は恐怖に支配されていきます。その結果、脳の自動プログラムは最悪な未来を避けるための小さく縮こまった選択肢しか提案してこなくなるからです。ちょっと胸に手を当ててみて振り返ってみてください。必死に悩み抜いて下した決断ほど思ったような良い結果につながらなかったり、決めたそばからやっぱりと決断を覆したり、行動を後悔したことありませんでしたか？逆に理由はよくわかんないけど、なんとなくと選んだ行動の方が、なぜかトントン拍子にうまくいったり、仮に思い通りの結果にならなくても、あれでよかったんだと、爽やかに納得できたりしませんでしたか？私たちが自由意志で決めていると思っていた選択や行動は、すべて脳の自動反応システムでした。だから、不安な思考でこれをコントロールしようとしても不可能だったんです。この思考の限界が心の底から腑に落ちたとき、私たちはようやく頭で考えるのをやめることへの恐怖を手放すことができるのかもしれません。とはいえ、これまで頭で考えることが当たり前だった私たちにとって、急に思考しなくていいと言われても、怖さや戸惑いが出てきます。そこでぜひ試してほしい感覚を開くためのおすすめのイメージがあります。アニメ映画の風の谷のナウシカで、ナウシカがそっと目を閉じ、風の流れや空気感、自然の異変を感じ取る有名なシーンがありますよね。彼女が感じ取っている世界は、決して頭の計算や思考で弾き出されたものではありません。実は私たちにも潜在的にあのナウシカのような優れた感知能力が備わっています。ただあまりにも日常で思考過剰になりすぎて、その繊細な感覚の扉が閉じてしまっているだけなんです。ここで少し試してみましょう。あのナウシカのシーンを思い浮かべてみてください。今の空気感を感じます。聞こえてくる音、香り、肌感覚。すべての感覚を研ぎ澄ませ、ご自分の感覚センサーを少しずつ広げてみます。部屋全体、街全体、遠くの電車の音、さらに遠くの音、風の感覚、土の匂い、そして
決断や行動をどうしようかと迷い、思考で決めようとしていると気づいたときは、すべてがうまくいって、ああよかったと、ほっと胸をなで下ろしているご自分の感情を先取りして味わいます。その後思考がどっと出てくるのを防ぐように、意識を体の感覚へと向けます。呼吸を感じる。エレベーターの床のような丸いコインを体の中にイメージし、呼吸に合わせてコインが上がったり下がったりするイメージをする。軽くストレッチをして伸びている筋肉の心地よさに集中してみる。どうしたらいいんだろうという不安な思考は癖で何度も湧き上がってくるでしょう。でもその度に意識を身体感覚へと戻す。これを日常の中で筋トレのように何度も何度も試してみるのです。これはただの慣れであり練習です。繰り返していくうちにある日突然腑に落ちる瞬間がやってきます。ああ、頭でこねくり回すより感覚を研ぎ澄ませて身を委ねた方が圧倒的に人生がスムーズに回り出すんだなって。今日のお話をまとめます。あなたの運を良くする最大の鍵、それはどれだけ正しい選択をするかという思考ではなく、あなたが今どんな感情でいるかという心の状態です。あなたの感情が安心で満たされているとき、あなたの脳の自動プログラムは思考の予測をはるかに超えた最高に運が良い未来を勝手に連れてきてくれます。そしてその感情を穏やかな状態に保つために、意識の焦点を身体感覚へ向けること。これを日常で何度も繰り返していくと、自然と思考の限界が腑に落ち、感覚で過ごすことの圧倒的な素晴らしさ、軽やかさを感じる時が来るでしょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。